みんなそう避けられないけど、これはもうお試しだと思ってください。こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザガイアハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。今日はお羊座の新月図の徹底解説です。2026年4月の17日がお羊座の新月です。日本時間では20時52分頃新月となります。本来は願いを叶える力が最大に強いのがこのお羊座の新月の瞬間ですが、今回同時にボイドタイムに入るため、ボイドタイムを開けてからドリームボード、ビジョンボードを作ることがおすすめです。ちなみにボイドタイムは18日の0時57分、つまり18日の深夜ですね、ボイドタイムから開けることになります。お羊座の新月から48時間以内は願望実現のエネルギー満載ですので、慌てなくて大丈夫。19日の夜までたっぷり時間がありますので、焦らずに取り組んでください。そしてこのドリームボードは欲しいビジョンをボードにコラージュして貼ればいいだけなんですけれども、お羊座の新月図のメッセージを受け取った上で今年1年自分自身に何を目標として、見据えることが喜びにつながるのかと自分で問いかけてから作った方がいいので、ということで今日はそのお羊座の新月図のメッセージをここでお伝えしたいと思います。ではまずじゃん、よいしょ、ちょっと待ってね。こちらがお羊座の新月の瞬間ですので、これを見ながらご覧ください。まずですね、お羊座の新月、今回は 27.28 となってます。つまりお羊座の28度。これはいつも言っていますが、先生術ではこの360度の、円の中でですね、一度一度にエネルギーが決められています。そして実はこのお羊座の後半というのは、自分は何者であるかっていう自己探求が結論を迎えようとしている場所なんですね。ただし実際面では多くの失敗を繰り返しながら、この失敗が自覚を生み出すために大切な経験となるという度数です。しかも28度は予想が裏切られて演奏に失望する観衆たちというちょっとネガティブなイメージしか湧いてこない、そういう度数になっております。能力以上のものに手を出した結果、期待されていた分がっかりさせてしまうという経験をする場所ですね。ですがこの経験を経て、本当の自分の得意、ここじゃないんだな、ここに一生懸命焦点を当ててここだけ頑張ろうとかいう、いい意味での諦めや絞っていく場所というものが見えてくるわけです。そしてお羊座の新月からの1年というのは、基本的にはたった一つのゴールを目指してドリームボードを作るということが大切ですので、ちょうどこの経験が必要となってくるというのも今後の土台作りにとってはプラスと働くかもしれません。これはサビ&数のお話だけなんですが、ここからですね、アスペクトの解説をしていきたいと思います。まずアセンダントと呼ばれるここの場所は射手座の1度です。今回のお羊座の新月は、ソウルが探求し続けたいものを思い出す、そして明確にする、そしてその一点でさらに極めようとする向上心が成功の秘訣であるということを示していると言えますね。そしてこの1ハウスの射手座にはリリスというエゴの感受点があります。自分自身の魂の奥底にある本音やエゴが表面化する可能性があるので、この時期の、課題として取り組むことが大切。さっき言ったようにいろいろと手を出しすぎてエゴがあって、あれもこれもやって集客したいと思って、結局そこでは知識がなくて人をがっかりさせるみたいに結果になることを通して、でもやっぱり私はここが強いんだわという自分だけしかできないものを見つけていくというプロセス、これが今年ね、土台作りにつながっていくということではないかと思います。それからちょっと、ずらします。よいしょ。ちょっと待ってね。トン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 。よいしょ。ここの上に置かせていただきます。見えているでしょうか。はい。ちょっと見て。はい。
それからですね、2ハウスのヤギ座にはエコーとかいう小惑星、それから水亀座には冥王星とジュノーがあります。2ハウスっていうのは自分の才能とか収入を示す場所なんですが、ヤギ座とか水亀座の影響を受けて、それからこの入っている天体のエネルギーによって、社会的な責任とか未来の理想のために自分の価値を根本から変容させる必要が出てくる時期だよということを表してるんですね。特にこの小惑星群があることで自分の真実の声を聞く必要性も示唆されているということになります。それからその横の3ハウスに大事な魚座のドラゴンヘッドがあります。コミュニケーションとか学びの場所に、ラッキー運に導くドラゴンヘッドがあるということで、直感とかスピリチュアリティを生かしつつ、目に見えないつながりを通してコミュニケーション、情報を受け取っていくこと、そのための学びというのが必要ということがわかります。それから続いて4ハウスというところのここお羊座のところに火星、土星、水星、海王星とステリウム集まってるんですね。ここは家とか魂の土台を示すところです。そこに情熱のお羊座天体が集まるということで、ソウルの本音がもう心から求めている情熱を持って一生取り組めるような仕事、学び、メソッド、場所というのを見つけて、そこを軸にしてこれから1年の新しいエネルギーを注ぐ必要性を示していると言えます。そこに魚座のところには小惑星が2つあります。これは他人との関わりとか、これね、パラスとベスタっていうのは他者との関わりとか感謝や調和、つながり、これを大切にすることで自分の居場所、土台を整えることができる。そのつながりの上に成功を構築していくという意識を促していると取ることができます。それから何といってもですね、今回のメインテーマは5ハウスです。ここにの、お羊座のところに太陽、月、カイロン、ペルセポネというものが揃ってます。すごいセットです。この4つですね。もちろん新月なので太陽と月は同じところにあります。で、今回は喜び、豊かさ、好奇心、創造性と自己表現の場所である5ハウスというところにあるわけです。で、これは自分が人生の主役として輝いて無邪気に楽しみ、好奇心を持って学び続けるということが成功の鍵となるよということを教えてくれているんですが、そこにペルセポネ、それからカイロンが2つ同時にくっついているということは、過去のトラウマとか心の傷を癒して魂の深い変容を経て新しい自分へと再誕生していくというプロセス。自立できる自分自身へ生まれ変わるためのエネルギーとしてそこを通ることが必須ですよ。ただ生まれ変わるエネルギーも満ち満ちていますよということになります。そしてその横6ハウスのところに移っていくと、大牛座には天王星、金星、セレスがあります。仕事や健康のルーティン、心地よさと五感を満たす喜びを取り入れつつ、これまでの古い習慣を大胆に変革していくということが求められていることがわかります。さらに7ハウスの双子座にプシケという小惑星があって、これは知的好奇心を共有して魂レベルで軽やかに語り合える、そういう人間関係、関係性、同士、友達、それは別に家族でもいいわけですけれども、そういう人間関係を持っているということが今後の人生に必要ですよということを示しています。さらに8ハウスというところにですね、蟹座にエロス、木星、ハイジア、これが揃ってます。深い感情の絆、他人から引き継ぐ豊かさの領域なんですけど、見えていなかった資産とかアセットが見つかるとか、各国とか各個人が自分たちの本来の強み、生まれ持った資質とか資産とか、その国だからこそある何か特別なもの、そういうものを見極めて、それをうまく利用していく時期に差し掛かっていることがわかります。さらに、9ハウスの乙女座にセレナ。で、これが拡大と高度な学びや旅というものを示す場所にあるんですが、で、これはですね、ドラゴンヘッドとセレナがくっついているので、この日までコツコツと興味とか学びに時間を費やして努力し続けて、より高いレベルでの学びを続けてきた人にとっては、そのご褒美をがっつり受け取るチャンスですよという、受け取る時期に来てますよということを示しております。
そして11ハウスの天秤座にはパンドーラがありますね。未来のビジョン、コミュニティを示す場所ですが、人との関わりの中で思いがけないギフトを受け取ったり、可能性の扉が開く、そんな予感もします。で、もう少しアスペクトで気になるところを深掘りしていくと、キリがないんですが、もうこういうのを学びたい人はですね、新月図、占星術なんかで学んで、読めば読むほど深く読める。で、言ってるとでもキリがないんですね。だから私みたいなオタクはそうやって学んで読んでいくといいんですが、逆にもうほんとキリがなくてどこまで読んだらいいのかわからなくなるので、今これぐらいの情報でそうなのね。よし、じゃあ新月図こうだから、ちょっと私はそれを踏まえた上でビジョンボードを作ろう。みたいな感じで、作り始めてもいいのではないかと思います。ちょっとだけ、触れておくとですね、やっぱりコンジャンクションしているところが結構あるんですね。そのほとんどが自分の内側にある癒されていない傷こそが新しい自分へと生まれ変わるための強力な燃料になるよということを示していると言えると思います。こういうのはペルセポネっていう自立の神とかカイロンっていう傷の神とか太陽とか月が重なっている時はだいたいそういうエネルギーを醸し出す時が多いですね。だからそのカイロン神っていうのはギリシャ神話で傷ついたヒーラー、ウンデッドヒーラーっていうわざわざなんか傷ついたがいつも枕言葉についちゃうヒーラーさんなんですけども、本当に彼は世界中が自分の敵に回っているように感じるような人生、生い立ちだったんですが、唯一太陽の神様と月の神様、つまりアポロンとアルテミスだけは彼の質の素晴らしさを見抜いて寄り添ってくれて、あなたの質のいいところ、あなたがここで傷ついたということは、その傷を、プロセスに変えて傷を癒していくプロセスが学びになって、つまりあなたがやるべきことは同じような傷の人たちを癒していくことなんだというところにこう導いていってくれた2人なんです。つまり今回の新月ではこのカイロンと太陽のアポロンとアルテミスがこう先生と生徒が一緒にいるということなんですよ。ですから少し傷がうずいたりするようなことがあるんですが、それはあなただけが体験してきたことだから、あなたは何ができるのということを思い出してくださいという新月図となっているということです。なのでそれがあなたがこれから社会に貢献できたり、仕事で成功したり、豊かさにつながっていく点ではないかという見直しの必要性を表していると思います。確かにエコーとかエロスとかですね、ちょっとこう厳しいスクエアという角度をいくつかの天体が取っていて、その外からの声がうるさかったり、外からの評価に振り回されそうな可能性というのも示唆されてます。でもここで大事なのは自分の内なる炎に従うことです。それはもうお試し。外からジャッジされます。これも避けられない時期です。すべてのスクエアが外からジャッジされるっていう場所にあるので、みんなそう、避けられないけど、これはもうお試しだと思ってください。よく私2万件セッションしてるんですけれども、本当にこういう人が多くて、私今日という日までね、実は何か自分がやりたいということをやろうとすると必ず山が入るみたいな人生ですから、私ってそもそもそういう喜びは今世では無理なんでしょうかとか、間違ってたんでしょうかっていう人が多いんですけれども、答えはノーです。絶対にノーです。その邪魔が入ったように見えた私も時がありました。そういうふうに信じたくなる時もあります。でもそれは違う。多くの場合はそれでもあなたがやるのというお試し、あるいはそうでない場合もそれを超えてやるあなたがいるからこそ起こっていること、あるいはやらない言い訳をうまく自分で見つけているという可能性もあります。いずれにしてもあなたが何かやりたいことがそこにあるときに、それを止める権利というのは誰にもないわけです。ですからどんな外からの邪魔やジャッジが入っても、それはあなたの人生はそんな風に設定されてきているということは一切ないので、今回、その傷も一つあるのですね。今までちょっと諦めてきちゃった傷が今動く、20歳の時になとか、今からでも遅くはない。これも今回の、アスペクトの中に
プシケとかセレナとかですね、調和してるんです。で、これは何歳からでも遅くない、自分で自分の光を見つけた時が始まりのチャンスです。それが20歳の人もいれば67歳の人もいるということです。で、そこで1人だとなかなか難しいけど、同じような年代で頑張ってる人とか、なかなか厳しい人生を送ってきたけど立ち直った人とか、そういう魂のつながりを感じる仲間同士とつながることで勇気を持って進んでいることができるよ。だから誰とつながるかも大切ですよという、そういうアスペクトになっております。その4ハウスのお羊座にね、たくさん水星とか火星とか土星とか海王星こう集まっているんですけど、ここ土台なので、魂の土台に新しい種をまいて現実化するための実行力と理想というものはそこの土台のところにね、集中してますから、今健康な土台を作ればここからいくらでもそこから上昇していくことはできると思いますし、天王星とか冥王星とかジュノーとかエロス、こういったものとこのステリウムっていうのは調和してるんです。なので個人的な変革を受け入れて、何歳でもかかわらずやっぱりやってみたいことを今日からやり始めよう、学び始めようとする人には、宇宙全体の大きな流れ、未来の社会システムの構築の流れと完璧に同期しますよということになるので、よりこれから生きやすくなるはずです。こうやってね、こうやって例えば金星、火星、土星、海王星、みたいなところね、主要天体だけを見ても、金星は火星や土星や海王星とは緊張の角度にあるんだなって見えるんですけど、でもベスタやエコーとは調和してるんだなっていうふうに見れるんですね。だから私はいつも小惑星を読むということが大事。小惑星を読まなければもう何もしない方がいい、諦めた方がいい、今は傷つく時だみたいになってしまいますが、小惑星を読むことで、だからこれをすればいいとか、それをこんな風に変換すればいいというところが読みやすくなるということです。日々のルーティンとか仕事とか、そのインフラのところでは多少のプレッシャーとか迷いというのを生じることがあるかもしれませんけれども、自分自身の信念、ベスタとかね、この小惑星でいうと、そこに忠実であり続ければ心地よい環境を整えることができるし、その緊張が素晴らしい調和へと変わっていくよというのも示されてますし、木星とベスタ調和してるから、自分の使命に献身的になることで豊かさはどんどん広がっていくと思いますから、ちょっとしたね、予期せぬ変化や深い変容とか、どうしてもチェンジしなきゃいけない計画とかがあるのはこのスクエアでわかるんですけれども、ですがそれが結局はいい方向に向くと後々なる可能性が大いにありますので、ぜひポジティブに捉えてください。ということでですね、今回の新月、まさに魂の舞台の幕開けというエネルギーに満ちていると思います。もう4ハウス、5ハウスに天体が集中、ステリウムしている。プライベートな土台を新しく整える。そこから自由に自分を表現して楽しむことが人生再誕生させる最大のポイントと言っていいかと思います。で、一応この周辺にね、起こりそうなことをもう一度言っておくと、自分の居場所を変えたくなったり、身近な人間関係の中でちょっと自分の立ち位置を変えたくなったり、それから過去の傷を思い出すような出来事が浮上してきたりします。でもそれが全部あなたがもうその傷に支配されない自由な身になるために、そこから抜け出すために、確認するためのプロセスとして起こっているということを忘れないでください。で、ちょっとですね、皆さんにおすすめなのは、この新月図を見てた上で、新月の日から48時間以内、さっき言ったボイドタイムを避けて、とにかく自分が欲しいなと思っているものを切り取ってボードに貼るコラージュ、ドリームマップみたいなものを作っていくのはとてもおすすめでございますが、それをする前に一回頭を整頓させたいという人はマインドマップを書いてください。これも他の動画でも何回も言ってますが、マインドマップってもうインターネットで調べると未だに、例えばチャット GPT にマインドマップの書き方教えてっていうところ出てくると思うんで、個人でもできると思いますし、個人的にはこの7方向で詰めてここに貼ってあるこちらですね。はい。
はい、ここに書いてある7つの方向に分けるといいのではないかと思っておりますので、ちょっとね、ここカシャッと取って拡大してですね、ここに書いてある7方向、英語で書いてありますけど、I am とか、私は何者であるとか、私はどう感じるか、私は何をクリエイトしていくのか、私は何を愛していくのか、何をメッセージとして伝えたいのか、何を経験してきたのか、それから何を悟りの境地にしていくのかっていうことを書き出してからコラージュするとより良いものが作れると思います。それからとにかくここから自分が主役の人生として何を私は楽しんでいきたいのか、誰に何と言われようと邪魔が入ろうとっていうものをもう一度ですね見つめ直して、新しい人生の第一歩を踏み出す覚悟でコラージュを作ってみていただくといいと思います。とにかくもったいないのは、特にこの時期にあの人はそうだけど私にはきっと無理だろうみたいな自己過小評価、それから人の目を気にしてしまうこと、なんで言えないとかいうのをとにかくもったいないです。だから本当にそのマインドは手放していった方がいいと思います。過去それで傷ついたとしても、今回はもうそうではないかもしれませんので、新しい一歩を踏み出す勇気をぜひ持ってください。では最後に、やはり必ずポジティブなメッセージをくれるセプタグラムソウルジャーニーのよいしょ、エネルギーカードで1枚引き、いいのが出ました。ベッシカパイシスです。カードはこうなんだけれども、こうですね。新世紀科学クラスの中で一番最初に習うクラス。でなぜならば、この2つの円から次こうやってシード・オブ・ライフになって、フラワー・オブ・ライフになってて、円がどんどん増えていくんですから、これが一番最初の円なんですね。スピリチュアルな世界とリアリティの世界、男性性、女性性、ね、卵子と精子が生まれたところに真実の目が開き、そこから世界が広がっていくという考え方です。つまり今ここから新しい人生の種まきができるよという意味で、今回の羊座の新月から新しい人生を始めよう、そんな決意を持って臨むのがおすすめではないかと思います。ということで、素敵なお羊座の新月をお迎えください。